はい、皆さんこんにちは。今回は何本かの動画に分けて、このフーボーというブランド、中国製のスチールフレームのロードバイクについて紹介します。まずは YouTube で動画を見ている方のために、このスチールフレームがどういったものなのかということについて紹介します。非常に素晴らしいフレームです。この平和の和に博士の博と書いて、中国語でフーボーというブランド、アルファベット表記では HUB、ハブというブランド名なんですけれども、どういうブランドかっていうと、中国人のジャン・ウェンボーさんっていう、もともと自転車競技、ロードレースをやっていた方が自分で立ち上げた自転車ブランドで、もともとアルミ製のフレームとカーボン製のフレームを販売してたんですが、この2026年の4月にこのスチールフレーム、鉄フレームも発売したんですね。このフーボーというブランドは非常にコンセプトが明確で、アルミのフレームもカーボンフレームもブレーキはディスクブレーキじゃなくてリムブレーキです。で、この鉄フレームもリムブレーキになってます。値段は非常に安くて、フレーム単体の価格がアルミフレームだとだいたい1000元、1元が23円とかなので、だいたい2万3000円。カーボンフレームとこの鉄フレームがそれぞれ3000元なので、だいたい7万円ぐらいで買えてしまうという非常にリーズナブルな自転車を販売してます。ただかといって品質が悪いわけじゃないです。このスチールフレームもクリア塗装を吹いただけの状態ですけど、アルミフレームもカーボンフレームも完全に地の状態、アルミフレームはこのように完全に銀色の状態ですね、で販売されていて、もう本当に競技のために必要なもの以外は削ぎ落としたという非常に戦闘的な作りになってます。このジャン・ウェンボーさんという方は中国の動画サイトのビリビリにチャンネルがあって非常に登録者数が多い中国の自転車乗りの間では非常に有名な方で、とてもコンセプトが明確なのでファンもいるし、その方針と合わないという意見もたくさんあるというような方なんですけれども、自分自身は競技をやる人間ではないんですけれども、そのコンセプト方針というのが非常に良いなと思ったので、フーボーさんの自転車を買いたいなと思って今回買ったわけです。ではこのスチールフレームの特徴を見ていきます。このスチールフレームの最大のコンセプトというのが、フォークがカーボンフォークがついてるんですが、こういった現代的なステアリングコラムがテーパー形状のカーボンフォークをつけることを前提のスチールフレームを作ったということです。同じようなコンセプトのフレームというのは、フレームビルダーが一つ一つ作るような鉄フレームではこれまでも存在していたようなんですが、量産品として作るというのではおそらく世界で初めてに近いものじゃないかということを、そのジャン・エンボーさん、会社の社長は言われてます。おそらくそうなんじゃないかなと思います。このようにね、テーパー形状になっていると。で、さらにこのテーパー形状のヘッドチューブも溶接方法がとても工夫されていて、これはその社長さんが自身の動画チャンネルで言っていたことなんですけれども、ここのボトムチューブとかトップチューブの接合部をこのヘッドチューブのこの縁のところギリギリで溶接をすることで、ここの溶接方法でもヘッド周りの強度を高めるという非常にこだわった構造になってます。その代わりここの溶接の跡というのは結構荒々しい感じになってるんですが、ここも力をかけるところと性能にはあまり関係ないところの切り分けというのをしっかりしてるということですね。このロードバイクフレームには明確なコンセプトがあるんですね。それが競技用機材であるということです。フーボーの社長のジャン・ウェンボーさんがビリビリのチャンネルで言ってたのが、まさにその競技機材として作ったということで、このヘッドの剛性を高めるのはなぜかというと、テーパー形状であることっていうのは、要はレースで使えるものを作りたかったからというのが理由なんですよ。現代のこういうテーパー形状のコラムのカーボンフォークをつけるっていうことがレース機材として成立させるために必要不可欠だった。一方でこのリムブレーキであることとか、あとこの自転車は基本的には細いタイヤ、これもその社長のこだわりなんですが、こだわりというか持論ですね。っていうのはそれで良いというふうにその社長が判断しているから、そういうものを作ったということです。このようにもう非常にコンセプトは明快です。何が必要で何が必要ではないかっていうことを明確にして作っている自転車です。気になる方が多いと思うので、先に重さについて話すんですが、フレーム本体が 1595g、 これは 2S サイズですね。で、フロントフォークがコラムをカットしていない状態で 388.7g でした。合計でだいたい1983から 4g ですが、これにはヘッドパーツとかが含まれてないので、トータルでだいたい 2kg ぐらいのフレームということになりますね。で、この鉄の素材というのも非常にこだわっているようで、これ黒森ではないらしいんですよね。
中国製の黒森フレーム、スチールフレームというと、例えばレイノルズのパイプ使ってるであるとか、あとは中国のブランドによくある4130黒森という、要するに特にブランド名のない黒森のパイプを使っているものが多いですが、そもそもこのパイプは黒森ではないらしくて、中国の鉄鋼メーカーが作っている特殊鋼、特殊な鋼であるということを社長さん自身が言っています。それについてはビリビリに投稿されている動画で、別の自転車愛好家の方がどういった素材か突き止めたみたいな動画も投稿してるんですが、自分としてはこう仕上げも良いし、非常に良いものなんじゃないかなというふうに思っています。で、この鉄フレームが2026年の4月に発売された、ほぼファーストロットなんですけれども、ファーストロット特有の仕上げということで、このヘッド周りとか、ここのシートステーの集合する部分とか、BB 周りとか、それからこのリアエンド部分がこのように鉄の青焼きがされています。これは本当にワンオフでやってるようで、全く同じ色とか形のものは一つもないということですね。それからこの仕上げの面で言うとね、このケーブルのアウター受けの部品がこうやってロー付けされたこの金色がかった跡というのがそのまま残されていて、これもすごいね、手作り感あふれててね、めちゃくちゃ美しいんですよね。本当に美しいですね。いやー、なんていうか、もう中国の自転車愛する人が作った工芸品という趣があります。ただし一つトラブルというか、これは初期ロット特有のことだと思うんですけども、自分が買ったこのフレーム、実は後でちょっと代替でパーツを送ってもらうという風になることがありました。紹介したように、ここがヘッドチューブのギリギリのところで溶接されてるんですけど、おそらくそれで溶接後に収縮してしまったんですかね、微妙に。で、下側のベアリングというのが外径 51.8 から 52mm のベアリングがつくんですが、送られてきたベアリングが個体差で外径 52.0mm ギリギリのものが送られてきて、硬すぎて入らなかったんですよ。その後代替品として 51.8mm ぐらいのもの、本当にこれは個体差のレベルですね、を送ってもらって、それで無事スムースに入れることができました。ここのベアリングはシールドベアリングで、圧入ではなくて本当に置くだけです。IS4252 の規格です。そこについてはね、お店の方も十分に把握していることだと思うので、これから買う分には問題がないと思います。ということで、もう本当にね、非常に美しい自転車フレームですね。フレームサイズは 2S、S、M、L の4段階で展開されていて、自分が買ったこれは一番小さい 2S です。2S と言うんですけれども、中国の方、身長高い方が多いらしいんですね。ということもあってだと思うんですが、展開されているサイズは結構大きめです。特に自分みたいな日本人からすると、自分身長172センチなんですが、からするとちょっと展開サイズは大きいなという感じはします。じゃあ乗ってみてどうだったのかっていう話なんですけれども、自分はね、競技やる人間ではないし、現代のカーボンフレームというのは乗ったことがない人なんですよ。本来のターゲットである競技をやってる人向けの評価というのはできないんですけども、確かに楽に速い速度で巡航できるなということは思いました。これは乗り心地が悪いという意味ではなく、ちゃんとよく走るという意味でのいい意味で硬いフレームだと思います。自分がそもそも今回こうやって動画でこのロードバイクを詳細に紹介したいなというふうに思ったのは、競技をやってる人がこの自転車に乗ってどう思ったかということをぜひ体験してもらいたいからです。日本人もそうだし、自分 YouTube にこの動画を投稿しているので、アメリカ、そしてヨーロッパ、ロードレースの本場であるヨーロッパの方がもしこの自転車に乗って本格的に走行したらどういうふうに思うのかなということをぜひぜひ感想を聞いてみたいですね。ということで、じゃあ中国以外に住んでいる方がこの自転車を買うにはどうしたらいいのかということなんですけども、購入方法はタオバオという中国の通販サイト、通販アプリです。このタオバオというアプリには公式で中国以外の国や地域への配送方法というのが用意されてて、でそれを使うと簡単に日本やアメリカ、ヨーロッパから買うことができます。送料は日本へ送る場合、ロードバイクというのは重さが軽いので、3000か4000円、高くても5000円はしないぐらいで送ることができました。アメリカやヨーロッパだともうちょいしちゃうかもしれません。
ただその時に注意したいことがあって、この自転車、本当にちゃんとしたメーカーが売ってるものなので、専用の箱で専用の梱包材を使ってかなりちゃんと梱包されるんですね。なので箱のサイズがちょっと大きめで、自分以前ピストバイクのフレームを買った時というのは航空便で送ることができたんですけども、この自転車最初航空便で買ったらサイズオーバーになって送ることができなくてお店に返送になっちゃったんですね。なのでこの自転車を買うときは船で送るプランを選ぶ必要があります。それだけ注意が必要です。ということでね、このテーパーのついたヘッドチューブで剛性を高めることでレースの用途でも十分な性能を発揮することを狙った現代的なカーボンフォークをつけてレース機材を作るという明確なコンセプトを持ったロードバイク、ぜひレースをやっている方、もちろんツーリングをやっている方でも日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国以外の方が乗ってみた感想を聞いてみたいので、ぜひ皆さん乗ってみませんか。本当にお勧めできます。まずはこのフレームの紹介についての動画ご視聴ありがとうございました。